アクロスカントリーラリー。タイを中心に雨季真っ只中の東南アジアで行われるジャングルのラリーだ。増岡弘総監督のもと2度目の総合優勝を目指して挑み続けるチーム三菱ラリーアートの赤いマシン。ラダーフレームからシャシー、エンジンに至るまで全てを一新してピックアップトラックの市場に新たな波を起こした新型トライトン。今回は東南アジアはもとより世界中の国々でワークホースとして、そして SUV として活躍するこの車にフォーカスしてみたい。皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ、いつも特別編のオフロード版を担当している川村です。車の取扱説明書というコンセプトはそのままに、オフロード走行時の基本となる取扱方法をご説明していきたいと思います。今回ご紹介するのは三菱トライトンです。トライトンは1978年に発売された L200、日本名フォルテを起源とする1トンピックアップトラックです。北米を中心に海外での小型ピックアップトラックの需要は大きく、フォルテは世界的に通用する車を目指して開発されたと言われています。そして1980年にはパートタイム式の 4WD モデルが登場。トランスファーは2駆と4駆、ハイレンジとローレンジの切り替えができる2スピードパートタイム式。サスペンションは前が独立懸架のダブルウィッシュボーン、後ろがリジット式のリーフスプリングでした。現在のトライトンにつながる四輪駆動のメカニズムは、この時すでに出来上がっていたのです。1982年に登場するパジェロやデリカ 4WD など、三菱の 4WD 車の礎となりました。1986年には2代目 L200 が登場。91年にはダブルキャブ仕様がストラーダとして国内発売され、95年には3代目がデビュー。日本へは97年に導入されました。続く2005年には増岡弘選手により日本人初となるダカールラリー2連覇を成し遂げたパジェロエボリューションの顔がそのまま与えられた4代目が登場。新たにトライトンと命名されました。2014年には5代目が登場。2022年にはラリーアートの復活をかけ、アジアクロスカントリーラリーに挑戦。初参戦、初優勝という結果を残しています。そして2023年7月、内外装はもちろん、ボディ骨格、ラダーフレーム、エンジンなどすべてを一新した6代目トライトンが登場。日本では2024年1月から販売が開始されました。なお、日本ではダブルキャブ1モデルだけですが、他の地域ではシングルキャブにメガキャブ、4WD に 2WD、オートマチックにマニュアルミッションと多種多様なモデルが用意されています。1978年以来47年間で生産された台数はおよそ570万台。世界約150カ国で販売され、現在ではアウトランダーと並び、三菱自動車の世界販売台数の約2割を占める世界戦略車として活躍しています。前後の重量バランスは 56.5 対 43.5 です。これは
重量物を後ろに積むことを前提にしたトラックとは思えないほど50対50に近しい値です。前回お見せしたキャブオーバー型の軽トラックキャリーでは 61.9 対 38.1 とかなりフロントヘビーな値でしたが、やはりボンネットのあるピックアップトラックはバランスに優れた値に収まってきますね。この数値であれば雪道で空にという条件であってもリアタイヤで十分なトラクションが得られるはずです。主要な重量物は 2.4 リッターの直列4気筒ディーゼルターボエンジン、6速オートマチックのトランスミッション、トランスファー、燃料タンクなどです。そしてもちろんラダーフレームも重たいものです。これらが車体の下半分に集中しているので、車高は高めですが、重心は見た目よりは低く抑えられています。次に対置アングルを測ってみましょう。私はオフロードを走る前に必ず車を真横から眺めて、その対置アングルを確認するようにしています。フロントのアプローチアングルはこのぐらいです。このバンパー形状がとてもよく考えられていますね。バンパーの一番突き出たところのアングルはこのぐらいなんですが、タイヤの直前方向は実はこのぐらいのアングルがあります。でこれをタイヤを切っていくとこのぐらいの大きなアングルになるので、越えなければいけない大きな段差がある場合はタイヤを切って斜めにアプローチするといいです。リア側のデパーチャーアングルはこのぐらいです。リアのファイナルメンバーの下側に追突事故の時、後ろの車が潜り込むのを防ぐ突入防止装置があります。オフロードで最初にヒットするのはここだと思われるので、これかなり頑丈です。ランプブレークオーバーアングルはこのくらいです。こうして見るとオフローディング時に大切になる対置3アングルがしっかり確保されていることがわかります。特にフロントは素晴らしい値ですね。次に最低地上高を実測していきます。フロント側ですね。まずこれがスティールのとても頑丈なアンダーガードです。ここに傷ついてますけど全然問題なさそうですよね。で、ここから樹脂のアンダーガードになってて、多分この辺が一番低いです。この後方車ちょっと歴戦の有志で、もしかしたらここちょっと下がってきてるかもしれないんですが、210ですね。210はありますね。リア側の最低地上高はこのリアデフの前にある構造物、静心材だと思うんですが、これがですねちょうど220ですね。カタログ値通りですね。トライトンの 4WD システムは後輪駆動のレイアウトが基本となっています。直列4気筒のエンジンを縦置きに積み、6速のオートマチックトランスミッション、トランスファー、プロペラシャフト、リアデフが一直線に並んだレイアウトは、まさに初代フォルテから続くシンプルでタフな構造です。そしてトランスファーから前輪を駆動するためのプロペラシャフトが分岐し、フロントアクセルのデフへと伸びています。4駆システムは三菱がクロスカントリー 4WD モデルのフラッグシップに採用し続けてきた伝統のスーパーセレクト 4WD2。4つの駆動モードを備えたシステムが一体どのようなものなのか、段階を追って説明していきましょう。ここを理解することで、トライトンが工業製品としていかに贅沢なメカニズムが与えられた車であるのかお分かりいただけると思います。そしてそのメカニズムの中心にあるのはトランスファーです。トランスファーとはエンジンの駆動力を前後の車軸に分配するための機構です。2WD と 4WD を切り替えるためのものでもあります。またこのトランスファーには通常走行時の高いギアとアクロ走行時の低いギア、つまりハイロー2つのギアを切り替える役割も与えられています。
ローレンジとは車の速度が低くなる代わりにタイヤを回そうとする力が強くなるモードのことです。トライトンの場合、ハイレンジのギア比が 1.000、ローレンジのギア比が 2.566 ですので、ローレンジの方がより大きく減速されることになります。同じエンジン回転数でも、ローレンジの方がゆっくり走れるようになり、逆にトルクは 2.5 倍近く大きくなります。これがエンジンがアイドリング時のハイレンジの一速、4HLC の状態です。そしてこれがローレンジの一速、4LLC の状態です。ローレンジの方がゆっくり回っていることがわかります。同時に比べてみると結構違いますよね。そしてこれがハイレンジの 2WD、つまり 2H の状態です。舗装路で燃費走行をしたい時などに有効なモードです。さて皆さんはここまでの説明で 4WD セレクターに示された4つのモードのうち3つしか説明されていないことにお気づきでしょう。ではもう一つの 4H とは何なのか、それをオンオフの実験を通して説明していきましょう。これは 2H、つまり後輪駆動の走りです。ハンドルを目いっぱい切って一速でアイドリングのクリープ現象を使って走らせています。何も問題はありません。では次に 4WD で走らせてみましょう。ただその前に 4HLC の LC の意味をお伝えしておきましょう。この LC はロックの略。センターデフがロック状態にあることを示しています。ではセンターデフとは何なのか。車が曲がるとき、外側のタイヤの方が内側のタイヤより多くの距離を走らなければならないことは皆さんご存知でしょう。そしてこの左右輪の回転差を調整するためにディファレンシャルという作動装置が取り付けられています。実はこの回転差は前後輪でも生まれています。図を見れば一目瞭然です。前輪の方が後輪より多くの距離を走らねばならないことがお分かりいただけるでしょう。これが 2WD 車なら問題はありません。なぜなら駆動輪以外のタイヤは路面の距離に合わせ受動的に回されているだけだからです。でも四輪駆動車は違います。カーブを曲がるときには四輪すべてを異なる回転数で回さなければなりません。つまり前輪の左右輪の回転差を吸収するデフと後輪の左右輪の回転差を吸収するデフ、そしてさらに前後のプロペラシャフトの回転差を吸収するための3つ目のデフが必要となるのです。これをセンターデフと呼んでいます。ではこのセンターデフがなかったらどうなるのか。今度は四駆に入れて先ほどと同じようにハンドルを目いっぱい切り、アイドリングのクリープ現象を使って走らせてみましょう。4WD セレクターは 4HLC です。はい、このように車が勝手に止まってしまいます。これをタイトコーナーブレーキング現象と呼んでいます。前後輪で異なる距離を走らなければいけないのに、前後輪を同じ回転数で回そうとしたため、ニッチもサッチもいかなくなって車が止まってしまったわけです。これがセンターデフをロックした状態、つまり 4HLC の走りです。メーター内のインジケーターでもセンターデフがオレンジに光り、ロック状態であることがわかります。では、このセンターデフをフリーにしてみましょう。今度は前と後ろ、そしてセンターにある3つのデファレンシャルの働きによって前後左右すべてのタイヤを異なる回転数で回せるようになるので、四駆でもスムーズに走ることができるようになります。これがもう一つのモード 4H の正体です。一般的にはフルタイム 4WD と呼ばれる走行モードで、実は
ここが最大のライバル、トヨタハイラックスとの違いです。ごく簡単に言えば、ハイラックスはオンロードで4駆をほぼ使えず、常に 2WD 走行になるのに対し、トライトンはどこでも4駆を使えます。これは、ハイラックスが採用しているのがシンプルな直結 4WD だからです。ミューの高い路面で4駆を使うと、例のタイトコーナーブレーキング現象が出てしまうのです。トライトンの方がより高度なメカニズムを採用していることがお分かりいただけたでしょうか。ちなみにダカールで三菱パジェロを借り、2度の総合優勝を飾っている増岡弘さんは、3代目パジェロの時代からこう語っています。せっかく4駆が与えられているのだから、普段から積極的に4駆を使ってほしい、と。これはオンロードで4駆が使えるからこその発言ですが、実は増岡さんが普段から四輪駆動走行を推奨する理由がもう一つあるのです。それは前後不等トルク配分という機構です。4HLC の時、つまりセンターデフロック状態ではもちろん前50対後ろ50、前後輪を同じトルクで回しています。でも走行モードを 4H にした時、つまりセンターデフをフリーにすると、前後のトルク配分は前40対後ろ60に変わります。これにより FR 後輪駆動の車のように軽快で自然なステアフィールになり、コーナリング時でも車がスムーズに回答しやすく、運転が楽しいと感じるようになります。また車は発進加速時に後輪により多くの荷重がかかるため、濡れた路面や雪道でもホイールスピンが起きにくく、スムーズに加速できるようになります。それにもともと荷台に重い荷物を積むピックアップトラックでは、荷重がかかった後輪でしっかり駆動力を出せるため、途半性能が高くなったりもします。それだけではありません。このセンターデフは一般にトルセン LSD と呼ばれていますが、アクセルを強く踏み込んだとき、前後輪のタイヤのトルク差、ここでは滑りに応じてその LSD が働いてくれるため、前輪が滑ったときは後輪に、後輪が滑ったときは前輪にトルクを再分配する働きも兼ね備えています。これがオフロードテストでの素晴らしいフィーリングへとつながっていきます。トライトンの走りの良さは、この贅沢なメカニズムとメカニカルな素性の良さに尽きると言っても過言ではありません。最後にタイトコーナーブレーキング現象を引き起こすセンターデフロックのモードがどんなところで使えるのか、そして何のためについているのかご説明しておきましょう。はい、ではモードを 4L センターデフロックのローレンジにして、ステアリングを末切りにした状態で走ってみましょう。いきますよ。今ですね、左前輪と右後輪、左前輪と右後輪がスリップしてるんですね。でスリップしたところに強い路面が掘れて、わだち強いタイヤの跡が残ってると思うんですけど、これがですね、オンロードでは走れなかったけど、オフロードではセンターデフをロックしても走れてしまうっていうからくりですね。つまりタイヤが強制スリップしてるんですよ。前後のタイヤの回転差を吸収できないタイヤが強制スリップすることによって路面を掘ってるんですよ。そしてオフロードではこのセンターデフロック状態はかなり強いです。前後輪いずれかが空転したとしてもセンターデフがロックされているので、前輪後輪ともに駆動を伝え続けてくれるからですね。逆に言うとセンターデフフリー、つまり前後真ん中に3つあるデフすべてがフリーになるフルタイム 4WD では、一輪が空転しただけで車は動けなくなってしまいます。これはフリーのデフ、つまりオープンデフが抵抗の少ない方にトルクを逃がす性質を持っているからです。したがってエンジンからの駆動力は
空転している一輪にだけしか伝わらなくなり、その結果、他の3つのタイヤは駆動力を失い、その場から動けなくなってしまうのです。これを防ぐため、オフロードの凹凸路面では、3つのオープンデフのうち真ん中にあるセンターデフをロックしてしまいます。そして、前の一輪が空転しても後ろの二輪で地面が蹴れるよう、あるいは後ろの一輪が空転しても前の二輪で走れるよう保険をかけておくわけです。それでも前に進めない場合は、前後に残った2つのオープンデフのうちもう1つをロックします。それがリアデフロックと呼ばれているものです。ディファレンシャルはとても素晴らしい発明品ですが、ことオフロードにおいては少し厄介な存在でもあるのです。フロアジャッキはセカンドシートの後ろにあります。これがホイールレンチで、これがジャッキを回す棒ですね。そしてこれがダルマジャッキです。ダルマジャッキはこのようにゴムで固定されていて、このゴムを外してこの超ネジを回すことで外せるようになってます。ダルマジャッキ、ここに棒を差し込む前に油圧ジャッキのこのバルブ、右回しで閉まっている方向を確認してください。で、このジャッキハンドルの先の切りかきをここに合わせる感じでこうやって入れていきます。入れてちょっと回す感じですね。これでしっかり固定されました。ボディの下に入れる前にある程度上に上げておいた方が位置を合わせやすいです。トライトン地上高高いのでこのぐらいかな。フロントのジャッキアップポイントは、ここです。ちょうどアンダーガードの樹脂にも切りかきがあって、そしてフレーム側にも丸い切りかきが見えるかな。ここだと思います。この下にダルマジャッキが来るように持ってきます。で、ちょうどラダーフレームのサスペンション、フロントサスペンションのあたりで狭かったラダーフレームが広がったところです。で、ここはボディを乗せておくブッシュを支えているフレームですね。なかなか分かりづらいんですけど、こんな感じの場所です。下ろすときはこのジャッキハンドルを引き抜いて、今度このバルブにこの切りかきを入れる感じ。これで今度左に回します。はい。車体下から抜き取ったこのダルマジャッキ、しまう場合はこのバルブを緩めます。で、これ2回転以上回すとバルブから油が漏れてきて使えなくなってしまうので、2回転以上回さないでくださいと書いてあります。こんな感じで手で、ちょっと力を入れて押すと下がります。ダルマジャッキのてっぺんはこう丸くへこんでます。で、これが回るのでこの曲面をアクスルの曲面に合わせます。で、ジャッキアップポイントはこのダンパーのステーのちょっと内側です。で、この曲面に合わせてこれをセットした上で、なおかつここにジャッキハンドルが差しやすいってことが大切です。この辺ですね。スペアタイヤはこのリアデフの後ろですね。ここに今履いてる4本のタイヤと全く同じサイズ、そして全く同じホイールで装着されてます。スペアタイヤを下ろすためのこのジャッキハンドルを差し込む穴はここですね。ナンバーの上、リアナンバーの上のこの穴の先です。このピンがですね、この先の穴の中の切りかきにこう入る形で、これで回せるようになります。これね、結構テクニカルですよ。こうやって差し込んでいって回してって、こう右にも左にも動かなくなるようなポイントがあるので、これがピンがちゃんと受けに差し込まれたってことですね。で、ここにホイールレンチを差し込んで、これを使って回していきます。回す方向はネジを緩ませる方向ですね。最初だけちょっと力いりますけど、あとは比較的楽に回ります。もうここまで来たらこれでも回せるかな。こんな感じで
スペアタイヤを下ろすことができます。で、鎖を伸ばしきったら、このようにスペアタイヤを下から持ち上げていたこのパーツを外せばタイヤは外すことができます。で、交換したタイヤを収納するときも同じです。これをこのように入れれば、もうこれで引っかかって上に引っ張ることができます。そうですね、これ女性の力でも持ち上がると思います。はい、そんなに重くないです。そして最後きつくなったらおしまいですね。ガレージジャッキのフロント側のジャッキアップポイントはここなんですよね。これですね、後ろから見るとサスペンションメンバーといって、ラダーフレームにフロントサスペンションをくっつけておくための頑丈なスチールのパーツです。ここを持ち上げます。リア側のフロアジャッキのジャッキアップポイントはリアデフの下です。ここですね。フロントの牽引フックは左右に一つずつついています。このようにして牽引ロープをかけることができます。リアには牽引フックがありません。ここに突入防止装置がありますが、これが十分な耐荷重を持つものなのか確証がありません。スタックした時はリーフ社のセオリー通り、リーフスプリングのこの辺りにロープをかけて引き出しましょう。ただし、これはメーカーが推奨している方法ではないので、オフロードによく行く方は、市販の牽引フックを追加しておくことをお勧めしておきます。これは、ルーズな姿勢とオフロードに適した姿勢の前方視界を比べたものです。白いところが死角です。その差は約 3.7 メーターほどありました。このようにルーズな姿勢で座っていると、とっさにステアリングが回せないだけでなく、正確なペダル操作もできなくなってしまいます。まず、オフロードに適した姿勢では、シートを一番上の方に上げていきます。トライトンは、シートクッションの前端と後端を上げ下げできるので、とりあえずいっぺんに上げていきます。一番上に上げるのはオフロードでの死角を少なくするためです。この状態だと私でも太ももの裏側にちょっと圧迫感を感じるので、前端をちょっと下げます。でもお尻の位置は上がったままです。この時大切なのは腰を前に出すようなルーズな座り方ではなく、お尻をシートバックの一番後ろまで押し付けた状態で、このようにブレーキやアクセルペダルを奥まで難なく踏み込める感じですね。ここまでシートスライドを前に出します。窮屈に感じるかもしれませんが、ヒルクライムで車が上に向いたとき、自分の体重で体がシートバックに強く押し付けられ、ペダルが遠くなってしまいます。とても危険なので、いつもよりちょっと窮屈なポジションを取ります。そしてステアリングのチルトとテレスコピックを調整します。このぐらいが好みです。目安は手を伸ばして手首がちょうどステアリングの上に来るぐらいのところです。こうすると10時10分を握った時に肘にこのくらいの余裕ができます。オフロードではステアリングの操舵量が多いので、このぐらいの余裕があった方がいいのです。なお、トライトンは電動パワーステを採用したため、路面からのキックバックが少なくなり、凹凸によってステアリングが激しく動かされ、突き指するようなことも少なくなったと思いますが、オフローダーのたしなみとして、親指を内側に入れない握り方を目指してみてください。はい、それではですね、軽い林道に行ってみたいと思います。とはいえ、折から降り続ける雨でですね、道はかなり悪いです。2区から4区にするには、走行中に 2H から 4H にするだけで入ります。
入りましたね。はい。で、同じように4ハイから 4HLC に入れる。はい。これも走りながら変わりましたね。踏んでるアクセルをちょっとこう抜いてあげると入ったので、そういう操作がいいのかもしれませんね。このように、スーパーセレクト 4WD2、2区から4区へ、そして4区のセンターデフロックへと、このぐらいの速度であれば走りながらモードを変えることができます。もうね、ぐちゃぐちゃなんですよ。見てわかる通り、岩の上に乗った泥が相当滑りやすくなってるはずなんですが、いやー、トラクションコントロールの効き方が絶妙ですね。軽く滑った時にもクッと空転したタイヤをブレーキかけてサポートしてくれて、で残りのタイヤでトラクションかけて登っていくんですけど、もう必要最低限の確輪のブレーキ制御で確実に登らせていきますね。この性能だと路面を荒らさないと思います。私常々四輪駆動車は 2WD 車に比べてこういったダート道で四輪で均等にトラクションをかけて優しく走るので、自然に優しい車、路面に優しい車だと思ってるんですけど、このトライトンのね、トラクションコントロールのかけ方はすごいですね。だから路面を削ってない。こんなぬかるんだ道でありながら、この後走る車にも優しい。はい。で、前方にヒルクライムが見えてきました。ここは4ローで登りたいと思います。なので、ここで一回車をストップして、4LLC に入れます。ごめんなさい。トライトンさんにニュートラルに入れてくださいって言われましたね。どうだ？まだ入んないですね。じゃあもう一回前進して、はい、入りましたね。でこうやって、時々4ハイから4ローに入りづらい時があるんですけど、焦らないでちょっとドライブに入れて10センチ前に出るとかっていうことをやると入ります。すぐ入る時もあるんですけどね。じゃあここでゆっくり登ってみますね。一足、マニュアルモードの一足で登ってみましょう。路面はね、結構ぬかるんでますよ。ぬかるんでるんですが、ゆっくりで登ってみます。お、滑った。トラクションコントロールが効いてますね。なるほど。この車 AT タイヤを履いてるんですけども、岩の上に乗ったズルズルの土の上はゆっくりでは登らなかったですね。じゃあ今度はですね、リアデフロック入れてみましょうか。リアデフロックオン。リアデフロック入った。先ほどスタックした時みたいにちょっとゆっくりで行ってみます。行きますよ。本当にゆっくりで行きますよ。さあ、リアデフロックの効果はあるのかな。あれ、いった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 。いやー、リアデフロックやっぱ頼もしいですね。なんかこう強化ギアによって行けなかったところが行けるようになるっていう、これがオフロードを走る4駆のメカメカしい4駆の楽しいところですよね。日本仕様はグレードの差に関わりなくリアデフロックがついてるはずですよね。走行性能は変わりなし。さすがにね、スタックしたところからはいかないと思うんだよな。リアデフロックオフで行ってみましょうか。ここでスタックしましたよね。ここからのリアデフロックで果たして登るのかな。ちょっときついんじゃないかなって個人的には予想してます。登んないと思うんだけどね。行ってみましょう。登ったよ、登ったよいやー、やっぱりね、電子制御のトラクションコントロールにこういう難所ではリアデフロックの威力が勝るんですね。本当にリアデフロック装備につけてもらっててよかったと思います。はい、ここはかなりの斜度なので 4H でこんなとこ降りるの怖いじゃないですか。でもね、ヒルディセントコントロールを使ってやりましょう。いきますよ。ブレーキペダル離して、今下り坂なんで時速4キロぐらいで下ってますよね。
本当にゆっくり。坂道入ってるんですけど、スピードついていかないですよね。これね、設定速度の4キロ、5キロにブレーキが合わせてくれてるんですよ。で、合わせてこのブレーキはかけすぎてスリップさせるみたいなことを極力なくすようにしてるんですよ。今ね、多分ね、岩の上で滑ったんだと思うんですけど、まあまあ、その後すぐ滑りを抑えてくれましたもんね。設定速度の4キロ通り、本当に丁寧に下ろしてくれますよね。ドライブに入れて加速するよ。はい、キャンバーだよ。本当に乗り味いいですね。これ本当にリーフリジットの車かこれ。あ、これギアリングもいいな。坂でアクセル踏んでもグイグイ登っていく。はい、今度ローレンジの走り。やっぱり副変速機ローレンジを使っている分、発進加速が鋭い。トラクションをすごく感じるね。いやいやすごいトルクだな。まあ林道ローレンジで走るのもいいね。これね、扱いやすい。そのローレンジならではのギアが低すぎて扱いづらい、林道走りづらいっていう感覚はないですね。シフトショックもかなり滑らかです。1速から2速に上がる時も。普通ローレンジの1速と2速って結構ねシフトショックあったりするんですけど、あんまりないです。扱いやすいですね。こうやってヒルディセントコントロールをオンにしたままこのアップダウンのあるところを走っていても、こう坂道に来て自然とアクセル抜くじゃないですか。エンジンブレーキかけようと思ってね。その時もねヒルディセントコントロールも一緒に働いてくれてるわけですよ。エンジンブレーキと一緒にね。本当に操りやすい。これね、全長 5.3 メートルを超える車をね、この狭いオフロードで操ってるっていう感じがしない。はい、それではヒルクライム行ってみたいと思います。先ほどから小雨というよりは強めの雨が降ってきて、路面はもう完全にウェットです。これまでの富士金のテストの中で一番条件が悪いです。 2WD でどこまで行くか行ってみましょう。 FR のリアだけですね、駆動は。はい、これが 2WD の限界ですね。低いのでこのままバックしちゃいます。高いところでスタックしたのであれば4駆に入れた方がエンジンブレーキがよりに効くので安全なんですけど、あまりにも低いところでスタックしたのでこのまま2駆でバックしました。はい、 2WD の実力は分かりましたね。では次4駆に入れたいと思います。ちょっと走って、よいしょ、入りましたね。ヒルディセントコントロールは切って4ハイ、センターでフロックをしてない4ハイで登ってみたいと思います。ちょっとね路面悪いんで勢いをつけます。いきます。いやー、乗り心地いいなトライトン。はい、あの速度だとほとんどスリップしないで登りましたね。でここから下りなんですけど、じゃあ4ハイのままあれびっくりした。アイドリングストップを切っときます。ヒルディセントコントロールをオンにして降りてみましょう。 4H ですよ。はい、下り始めます。一応マニュアルレンジの1速にはしておきます。ハイレンジだとほとんどエンジンブレーキは効かないと思うんですが、これは明らかにヒルディセントコントロールの力でゆっくり降りてますね。ブレーキペダル一切足を踏んでない状態でした。はい、安全に降りられますね。ですのでこの急な坂を、4ローのエンジンブレーキにわざわざ変えることなくヒルディセントコントロールのボタンだけで安全に降りられるので、アップダウンの続く山道、林道、
なんかでも4ハイで林道走ること多いじゃないですか。そういう時も安全に降りられますね。はい、では次は 4HLC センターデフロックにしてもあんまり変わんないと思うんですけど、やってみます。これ 4HLC にすると、前後の駆動力配分が50対50になるんですよ。センターデフがロックされるからね。なので、先ほどよりちょっとスピード下げて登ってみようかな。こちらの方が、不整地により適したモードです。さあ、ハイレンジでこの坂登れるのかな、トライトンさん。ちょっとゆっくり行きますよ。センターでフロックしてあるので、前のタイヤと後ろのタイヤが同じ回転数で回って、なるほど。登るんかい。登りました。今何が起きたかっていうとですね、この車はドライブレンジに入ってたので、1速で登り始めましたと。で、2速にスコチェンジした瞬間、これは4ハイなのでギア比が高いんですよね。2速って言っても。そこでトルクを失って失速しました。で、僕がやった操作はアクセルを踏み増しました。そしたらトラクションコントロールが効いて路面をかいて進みましたよね。エンジンのトルクもあるんですね。2ステージターボというのが入っていて、低回転域からよくトルクが出るんですけど、あの状態から本当によく登りましたよね。なんですが、ここはやっぱり基本に戻って 4LLC ですね。ローレンジのセンターデフロック、ローレンジはもちろんセンターデフロックなんですけど、で登ってみましょう。ニュートラルに入れた。すぐ入りましたね。これでローレンジです。ドライブレンジ入れていきます。ローレンジなので先ほどよりも1速2速のギア比が高いので、はい、これ今ドライブモードでやってるので、今ね多分2速に入ってますね。ローレンジの2速です。もうトルク全然違いますね。このギアリングによる、副変速機のローギア度のギアリングによるトルク増幅がされているので、っていうかほとんど滑らなかったな。トライトンはですね、路面のサスペンションの追従性がすっごくいいですね。足がねバタつかないんですよ。なのでこの滑りやすい凸凹の路面にタイヤをねかなり理想的に貼り付けてると思うんですよね。滑らなかったですよね。声裏返っちゃった。じゃあローレンジの、ヒルディセントコントロールなしで降りてみましょうか。つまりマニュアルモードの1速ですね。1速か2速か迷うとこですけど、1速で降りてみましょう。はい、行きますよ。もうブレーキから足離してる。エンジンブレーキ効く。いやー、これねヒルディセントコントロールよりやっぱりこのエンジンブレーキの安心感っていうのは体に伝わってきますね。やっぱブレーキでコントロールしてるんじゃなくて、エンジンのブレーキでコントロールしてる感が、やっぱりその路面に対して四輪でしっかりブレーキをかけているっていうところがすごい安心感ですね。これが4ローの安心感ですよね。4ハイでも4ローでも走れるっていうのが、このやっぱりスーパーセレクト 4WD2 パジェロ以来の伝統のこの4駆切り替えシステムの中にローレンジがしっかり入ってるってやっぱいいですね。ですね、ローレンジあまりにも簡単に登ったので、さらにゆっくり登ってみます。当初全く予想はしてなかったんですよね。今までで一番悪いコンディションだと思うのに、これちょっと待って、一速だよね。これで登んないと普通は思うけどね。路面のグリップいいでしょ。全然滑んないもん。これね、三菱本当にいいサスペンション作りましたね。フロントもそうだし、リアのリーフも。おいおい、
おいおい、トラクションコントロールの出る幕なしかい？ちょこちょこかかってるけどね。そしてその微妙な、本当にコンマ 0.3 秒ぐらいのトラクションコントロールの微妙な機器もいいね。すごい車だなこれ。すごい車を作りましたね、三菱さん。ハーフウェットの路面をあの速度で登るんだ、トライトン。すごいですね。ちょっとびっくりしました。じゃあここはローレンジのドライブに入れて、つまり1速2速と上がっていく状態にしておいて、ヒルディセントコントロールで降りてみましょう。つまりエンジンブレーキよりもヒルディセントの方が優先されると思いますが、さてその結論やいかに。ブレーキから足離してますよ。さっきと違いますよね。でもね、この滑りやすい路面を6キロとかで降りて前も流れない。これね、ちょっとこっちに傾いてるのに前も流れない、後ろも流れない。設置性がいいトライトンのサスペンション。このですね、ダブルキャブの、いわゆる皆さんが SUV と捉えるようなこのトラックですね。トラックとはいえダブルキャブでファミリーユースに使えるこのダブルキャブのサスペンション、特にリアサスペンションがですね、かなりコンフォート志向に振って味付けされてるっていうのは聞いていたんですけど、おそらくですね、そのコンフォートな足が凹凸のあるオフロードにすごくマッチしてますね。これ荷物を運ぶための硬いリーフスプリングだったらここまで路面を舐めるように走れるかちょっと分かんないですね。空荷でこれだけ路面を舐めるように走れるリーフスプリングは本当にね、初めてかも。すごいと思いましたこれ。というわけで、どんなにゆっくり走ってもスタックしないので、中腹でスタックした体にして、そこからリカバリーをするといった、シミュレーションを、やってみたいと思います。これ結構大切ですよ。じゃあ 4LLC で、ヒルディセントコントロール一応切った体でやっておきましょうね。AT タイヤもいいんだな、この横浜のジオランダー。標準タイヤですよこれ。今2速に入ったみたいですね。いやでもひよってね、ちょっと下の方でやろうと思ったんですけど、ちゃんと上の方でできますよこれ。だって全然滑んないんだもん。はい、じゃあここでスタックしましたという体にします。ここでやっぱりヒルディセントコントロールをオンにします。でちゃんとニュートラルじゃないですよ皆さん。バックギアに入れること。バックギアに入れて、ここから怖い気持ちはするけど、ブレーキにかけてる足を離します。ブレーキにかけてる足を離します。はい、トラクションコントロールじゃない、ごめん、ヒルディセントコントロールが効きながら、ちょっと見えないから窓開ける。なんでこんな安定するのよ。こんな重たい車がこんなゆっくり。バックは速度計出ないんだな。でこれ速度を出したいときはアクセルペダルに足を乗っける。ほらほらほら、速度出るでしょ。でゆっくりしたいときはブレーキを踏む。ブレーキを踏んだ時の遅い速度で降りてくれる。すごく直感的で分かりやすい操作系ですね。いやバックのねリカバリー、普通ね、中腹でスタックするとちょっと心臓ドキドキするんですけど、このね車の路面のトラクション感の良さがすごいこう体に実感として伝わってくるので怖くないですね。でこのヒルクライムでドライブレンジ、ドライブモードを変えることも考えたんですけど、ローレンジはねノーマルとロックの切り替えなんですよ。でこの路面であればノーマルが適していると思うのでロックは試さないです。はい、素晴らしい制御でした。はい、次は坂道の途中から発進するっていうことをやってみたいと思います。ドライブレンジは
4LLC です。ローレンジですね。で、ドライブモードは、ノーマルのまま行きましょう。坂道の途中で止まって、そこから坂道発進をやります。一番滑りそうなところを選びたいんですが、全然滑ってくれない。この辺で止まります。ヒルディセントコントロールは表示ややこしいから切っときますね。で、この状態で、この車は、今踏んでるブレーキペダルからアクセルペダルに足を踏み替えるまでの間に、車を、上り坂に張り付いた状態でホールドしてくれるヒルスタートアシストがあります。それをちょっと試してみましょう。いきますよ。せーの、パッ !1、2、3。はい、3秒ぐらいやってくれましたね。もう一回やってみます。せーの、パッ !1、2、3。そうですね。しかも、3秒ホールドした後のブレーキのリリースが、ものすごい滑らかで、ガクって落ちないですね。すごいな、この車。どこまでオフロードなこと考えてんだろう、これ。じゃあ、この状態で坂道発進できるかやってみます。絶対できると思います。せーの、パッ。いくよ。せーの。トラクションコントロールね、ほんとちょっとだけかかりましたけど、何の問題なく登りました。改めて、トライトンのメカニカルな路面ホールド精度、グリップ力、トラクションのかけ方、本当にすごいなと思いました。いやー、嬉しいですね。三菱がこういう車出してくれると。往年のパジェロの時代から三菱を見てきた僕らとしては。この辺でヒルクライムのテストを終わりにしたいと思います。それではですね、キャンバー走行を行ってみたいと思います。このキャンバーは上の方ボコボコしているので、斜めになってなおかつ、ボコボコするっていうことで、車両の安定性とかハンドリングとかを見たいと思います。最初 4H、センターデフロックフリーの状態で走りますね。はい、行きます。かなり上の方まで行きますよ。結構傾くと思うな。はいはいはい。路面ボコボコして、かなり傾いていたんですが、車の動きとしては安定してましたね。もう一回、4ハイのセンターデフロックフリーの状態でいきますよ。怖くないですね、傾いても。車両の安定性いいと思います。はい、次は、4HLC でいきたいと思います。4HLC にすると、センターデフがロックされるじゃないですか。そうすると、前後輪の軌跡の違いによる回転差を吸収しないんですよ。そうするとね、滑りやすくなるはずなんですよね。タイトコーナーブレーキング現象じゃないですけど、どうだろう。はい、滑りますよね。なので、キャンバー走行をするときは、センターデフロックにこだわらなくていいと思います。もう一度比べてみましょう。キャンバーとお伝えしていますが、実際にはカーブも組み合わさった地形です。車がこのようなカーブを曲がるとき、前輪の方が後輪より大きな軌跡を描きます。4H、つまりセンターデフロックがフリーのとき、前後左右のタイヤはすべて異なる速さで回ることができるので、コーナリング中でも路面をしっかりグリップすることができます。ところが、センターデフをロックした状態では、前後輪の軌跡の違いから生まれる回転差を処理できず、タイヤが強制スリップを始めます。この強制スリップが、キャンバーという不安定な地形の上でさらなるスリップを誘発するので、車が横に流れやすくなります。その証拠に 4HLC ではトラクションコントロールが働いていることがわかります。一般にアクロでは
センターデフロックの直結 4WD が良いとされていますが、このようにセンターデフフリーの方が走破性に優れる場面もわずかではありますが存在するのです。どちらも選べるスーパーセレクト2はこんな時とても心強いですよね。さて、最後のモーグル地形に入る前にドライブモードのセレクト機能について少し触れておきましょう。新型トライトンではノーマル、エコ、スノー、グラベル、マッド、サンド、ロックという7種類のドライブモードから好みのモードを選ぶことができます。7つもあるとどれを使ったらいいのか判断に困ることがあると思いますが、実は 4WD セレクターダイヤルで選べる 2H、4H、4HLC、4LLC の各 4WD モードによって選べるドライブモードが限られており、自分が使いたい 4WD モードがはっきりしていれば、選択肢は最大でも2つなので、それほど悩む必要はありません。とはいえ、そもそもどの 4WD モードがいいかわからないという方もいらっしゃると思うので、4つの 4WD モードと7つのドライブモードの選び方の目安を一つずつ見ていくことにしましょう。まず舗装路です。ここでは 2H と 4H が適しています。タイトコーナーブレーキング現象を学んだ皆さんにとってもう難しい話ではないでしょう。ここではノーマルモードが使えます。そして 2H 限定でエコモードが使えます。これは燃費に優れたモードです。次に圧雪路や氷の路面。ここではスノーモードが適しています。ハイレンジの 4H、センターデフロックフリーの状態です。スノーモードはエンジン制御をマイルドにして雪道や氷上でもグリップの効いた走行を提供してくれるモードです。それから砂利道。河川敷などアップダウンの少ないところではローレンジに入れる必要はありません。多くの場合、センターデフロックもいらないでしょう。4H のままで大丈夫です。ここでもう一つ使えるモードがグラベルです。グラベルモードでは、小石や土が入り混じった未舗装路での加速性や安定性を両立させるモードです。ただし、氷の上や砂利道であっても、凹凸が激しかったりして路面が荒れている場合には、センターデフロック状態の 4HLC を使った方がいいこともあります。そしてこの 4HLC の時に選べるのがマッドモードとサンドモードです。マッドモードはぬかるみ、サンドモードは砂地で使います。どちらもスタックを防ぐため、発進時にはブレーキによるトラクションコントロールを使ってタイヤのスリップを抑制し、発進に成功した後は今度はタイヤのスリップを許容して、つまりブレーキによるトラクションコントロール制御を少なくして失速感のない走りを可能にしているといいます。サンドではさらに横滑りを安定方向に導くアクティブスタビリティコントロールシステム ASC の機器も弱くしているので、アクセルで車の向きを自由に変えるような走りに合っているのかもしれません。ただし、前40対後ろ60の FR らしい不等トルク配分のハンドリングを楽しむ場合は、4H のグラベルモードの方がおすすめかなと思います。そしてもちろん、これら泥や砂の路面にアップダウンの要素が加わると、ローレンジかつセンターデフロックの 4LLC の選択が視野に入ってきます。ただし、4LLC で選べるのはノーマルとロックモードの2つですので、泥や砂を 4LLC で走る場合は、ノーマルモードで走るといいでしょう。なお、岩場で推奨されるロックモードでは、後ほど登場する対角線スタックの時のトラクションコントロールの効きがさらに良くなっているので、このあたりの違いをモーグルで試していくことにいたしましょう。いずれにせよトライトンのユーザーの方は、この一覧表を写メしていつでも見られるよう保存しておくことをお勧めしておきます。では次、
モーグルを行ってみたいと思います。今入ってるのは 4L です。もちろんセンターデフロック 4LLC ですね。ノーマルの状態です。モーグルはボディヒットとかをケアしながらゆっくり走るといいです。やっぱりね、ボディヒットするとドライバーにとっても悲しいことになるので、で、このモーグルとか走るときになって視覚が少ない方がいいなって気づくと思うんですけど、なるべくね、近くの地形を見たくなるんですよ。なので、この時、シートの、お尻ですね。お尻がちゃんと上がってるといいですよね。アイドリングだけで走ってる感じです。条件としては最悪なんですけどね。ここでもメカニカルなグリップの良さ。車を水平に保とうとする力、つまり前後の足の伸びがすごくいいです。これが対角線スタックですね。はい。今、右前輪と左後輪が浮いて空転してるんですね。で、そうすると、いかに四駆といっても進むことができないんです。前輪を回すドライブシャフト。ここに間にデファレンシャルがあって、このデファレンシャルの働きによって回転力がですね、全部右前輪に逃げちゃうんですよ。で、後ろでも同じことができる。対角線上の左後輪でもそこが空転することによって回転が全部逃げてしまうんですね。そうすると、このような状況で前進できなくなってしまうんですよ。で、これを対角線スタックと呼んでいます。センターデフロックでも起こるんです。この空転しているタイヤをブレーキで止めてあげるんですね。瞬間的に。そうすることで、右前輪と左後輪の空転が止まって、空転が止まるってことは、ある意味地面に設置していることと同じなんですよ。左右の両輪がね。そうすることで、反対側の設置しているタイヤにトラクションを与えて脱出するっていう、それがトラクションコントロールですね。で、試しにドライブモードをロックにしてみますね。さっきまでノーマルだったけどロック。いきますよ。ブレーキ離す。よりしっかりですね、トラクションコントロールが効きましたね。それで脱出しました。相当雨降ってきましたね。路面悪いんですけどね。このゆっくり舐めるような走りをクローリングって言うんですけど、このね、エンジンの低速域からのトルクがいいんですよ、これ。はい、じゃあ今度はドライブモードをロックにします。ロックはですね、なんかこのアクセルを踏んでない時のアイドリングによる前進力がちょっと強い感じがします。さっきのとこもスタックしないですね。これロックモードっていうのは、ロック、岩肌を走るものなので、タイヤを極力滑らさないモードだと思うんですよね。設定として。なので、トラクションコントロールの効きがいいんだと思います。ノーマルモードに比べて。なので、こうやって流して走ると、モーグルはロックモードの方が走り抜けやすいんじゃないかなと思います。はい。こうやって、走行モード、ドライブモードを場合によって使い分けるといいですね。こういう時は、電化の砲とデフロックですよ。デフロックが今この状態で入らない。ちょっとだけバック入れてみるか。入った。はい。こうやってデフロックは、ほんのちょっとバック入れたり、ブレーキ踏んだままですよ。やったりすることで入りやすくなるので、皆さん覚えておいてくださいね。リアデフロック入れましたから、じゃあノーマルモードに戻して、これでブレーキ離してみましょう。いくよ。よっ。何事もなかったかのように進みますよね。これがデフロックの威力です。もう難所は脱出したので、デフロックは外すボタンを押しときます。叱るべきタイミングで外れると思います。グレードによってリアデフロックを装備しない車が多いじゃないですか。そこをね、三菱さん分かってるなって思いますよね。いかがでしたでしょうか。
新型トライトンのダブルキャブはトラックに求められるタフさや実用性のみならず SUV 並みの快適性を高いレベルで追求した新世代のピックアップとして登場しました。車内は広く、乗り心地は快適、走る、曲がる、止まるの基本性能も素晴らしく、およそトラックとは思えない扱いやすさに舌を巻きました。その走りはオフロードでも秀逸、パジェロを超え歴代三菱車随一のクロスカントリー性能を見せてくれました。特に路面を捉えるメカニカルなグリップ性能が素晴らしく、路面に優しく自然に優しい走りと合わせ、そのあり方はピックアップトラックの一つの完成形と言えると思います。もしあなたがこの素晴らしいピックアップを手に入れることができたなら、その広い荷台に家族の夢をたくさん詰め込めると思います。こうなると本家 SUV の登場も期待したくなりますよね。それではまたお会いしましょう。